皆さんこんにちは。競馬予想のチャンネル、ヌーの競馬場です。このチャンネルでは独自の予想メソッドを使って主に Win5 の予想および Win5 対象レースの馬券予想を公開しております。今回も独自の期待値グラフを駆使して人気に惑わされない攻めた競馬予想をしていきます。ちなみにこの予想は AI 予想ではありません。人間の予想です。ヌーの競馬場をご覧いただき、皆さんの的中に近づけたらと思います。それでは今日も一緒に競馬予想を楽しみましょう。さて、まずはヌーの競馬場独自の期待値グラフについて簡単にご説明します。出走馬のさまざまな要素を独自の予想メソッドに基づき分析しています。そしてこのデータをもとにグラフ化して期待値の高い馬を推奨候補として残します。その中から二重丸、丸、黒三角と抑え評価の馬を2頭、さらに Win5 の推奨馬をご紹介いたします。これが各馬の期待値グラフです。下から上に向かって期待値がぐんぐん上がっていきます。この赤い点線より上が1着の期待値が高い馬になります。丸印は今回と同じ距離の印になります。今回予想するレースは2024年5月19日のオークスを含む Win5 が対象になっている5つのレースです。それでは予想に移りましょう。はじめに予想するレースは京都競馬場10レース芝 2000m Win5 対象1レース目です。これが出走馬の期待値グラフになります。小頭数だけど1着ゾーンより上にいる子が多い印象です。このレースは逃げや先行客室に有利なレースだから、その点も含めて予想していきます。それではもうちょっと下を見てみます。なんとなくだけど1着ゾーンの下にいる子たちは期待値の推移にあまり変動がないですね。一番下まで見てみます。アレグロモデラートが前走で一気に下げてますね。それではここから今回で1着ゾーンに届いてきそうな子を選びたいので、厳しいと思った子たちをバッサリ消していきたいと思います。はい、これで推奨候補として6頭になりました。それではここからは私がこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はエンパイアウエストになります。この馬は前走の期待値がトップです。距離も 2000m 線で出してますので、今回の距離も問題ないと思います。このレースは逃げや先行馬に有利なレース傾向ですが、このエンパイアウエストは先行馬ですし、前走でもずっと3番手につけて、最後の上がりも2位で1着に来ています。3勝クラスの初戦にはなりますが、前走でも期待値はトップですし、この勢いを買って、ここはこのエンパイアウエストが二重丸評価になります。次に丸評価はジュリア・ガローズになります。この馬の期待値を見ると、なんと金4走すべてが1着ゾーンを超えてきています。しかも前走以外は、このメンバーの中でトップの期待値を連続で出しています。3走前では今回と同じ舞台の京都芝 2000m でかなり高い期待値ですし、この中ではかなり能力は高いと思われます。不安点としては、前走で期待値を落としている点でしょうか。6歳という点からも、前走で落としている点が気になります。しかも騎手が点乗りで横山乗り騎手となると、さらに不安はあります。斤量もここで1キロ増えて56キロになりますし、その点から、ここは丸評価としました。次に黒三角評価は、ラスマドレスになります。この馬は前走でかなり期待値を落としていますが、それ以外の3走はいずれも1着ゾーンを超えています。前走は、今回と同舞台で期待値を落としている点が気になりますが、3走前でも同舞台で走っており、その時は1着ゾーンを超えています。前走は岩田未来騎手で落としていますが、3走前は北村雄一騎手でのものです。そして今回、その北村雄一騎手になりますので、期待値を上げる可能性が高いと見ています。ただ、前走からだいぶ上昇できないといけませんので、黒三角評価としました。抑え評価は、アグラシアドとヒズル城になります。アグラシアドは、前走の期待値が、エンパイアウエストに次いで2位の1まで来ています。それ以外の3走は全く評価できる期待値ではなく、3走前と4走前に関しては、グラフからも外れてしまっています。ただ前走以外は芝 1800m 線で、前走は芝 2000m 線、距離適正としては 2000m の方が合っていると思われますので、今回の距離もいいと思います。前走は東京でのものなので、今回が初めての京都の舞台という点で未知数ではありますが、この上昇度から、ここは抑え評価としました。もう一頭のヒズル城は、
前走で1着ゾーンを超えており、その時は舞台は京都でしたが、距離は 1800m 線でのものです。この馬は京都の相性が良く、7走前に同舞台でレースをしていましたが、着順は7着でしたが、今回の1着ゾーンを超える期待値をマークできていました。エンジンのかかりが遅いので、このレース傾向としては合ってはいませんが、前走は京都 1800m で上昇していますし、ここで 200m 延長して、7走前のように1着ゾーンを超える可能性もあります。ただ斤量がプラス 4kg になりますので、その点で評価を落として、抑え評価としました。以上が、京都10レースの期待値評価になります。それじゃあ、馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは京都競馬場10レースの予想をまとめます。抑え評価、アグラシアド現在2番人気、キズル城現在9番人気、黒三角評価、ラスマドレス現在5番人気、丸評価、ジュリア・バローズ現在1番人気、二重丸評価、エンパイアウエスト現在3番人気。ここまでが予想の印になります。続いてウィンファイバー候補の馬名を見ていきます。ウィンファイバー候補、ここは前走の期待値が上位だったエンパイアウエスト、アグラシアド、ジュリア・バローズの3頭で勝負します。以上が京都10レースの予想になります。次に予想するレースは東京競馬場10レースダート 2100m イン5対象2レース目です。これが出走馬の期待値グラフになります。このレースは逃げとか先行馬に有利なレースです。全体の期待値としては1着ゾーンを超えてる子がほとんどいませんで、唯一ルクスフロンティアの金2走だけが1着ゾーンを超えてます。もうちょっと下を見てみます。この辺りですごい密集してますね。パッと見は前走で一気に上昇している子が多い感じがします。一旦一番下まで見てみます。グランサバナは前走で急降下してます。まだぐちゃぐちゃしてるからここから一気に絞っていって推奨候補の子だけを残したいと思います。はい、これで推奨候補として6頭が残りました。それではここからこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はルクスフロンティアになります。この馬はこのメンバーの中で唯一1着ゾーンを超えている馬です。しかも金2走連続で届いています。ただこの時はやや重と重馬場だったので馬場が渋ると能力は高いと思いますが、今回は両馬場を想定してますのでその点は不安点としてはあります。ただこのレースは逃げや先行馬に有利な傾向があり、このルクスフロンティアは先行馬でもありますので今回のレース適性は合っていると思います。前走はやや重だったとはいえ今回と同じ東京ダート 2100m 線で1着ゾーンに届いていますし、その点を評価してここはこのルクスフロンティアが二重丸評価になります。次に丸評価は熱血社長になります。この馬は前走で一気に期待値を上げて全体の3位の位置まで押し上げています。しかもその前走は今回と同じ東京ダート 2100m 線でのものです。前走は初の 2100m でしたが上がりも1位でしたし、距離延長して上昇できている点からも長めの距離が合っている可能性があります。しかも先行できる客室でもありますのでその点も好材料です。さらに斤量も 2kg 減りますし、騎手も戸崎騎手です。ここでさらに上昇してくる要素が多い印象です。本来なら二重丸評価でもいいと思いますが、まだ1着ゾーンには届いていませんのでその点で少し評価を落としてここはこの熱血社長を丸評価にしました。次に黒三角評価はオウオウバリスタになります。この馬はよく見ると3走前の期待値がトップです。そしてその3走前は今回と同じ舞台でもあります。期待値の推移を高めの位置でキープできていますが、まだ1着ゾーンには届いていません。今回はルメール騎手という点で期待値を下げるイメージがあまり湧きませんが、4走前にもルメール騎手が乗ってこの位置です。ただこの東京ダート 2100m の成績は全体率 50%、副勝率 83.3% とかなり高い確率です。舞台の相性と成績は評価できますが、期待値の高さとしては少し足りない印象ではありますので、ここは黒三角評価としました。抑え評価はラスクとダノンブレッドになります。ラスクは1勝クラスと2勝クラスを連勝しており、今勢いのある馬です。その2走はいずれもダート 2400m 線でのものなので、
かなりのスタミナを持っていると判断できます。過去に 2100m 戦も経験していますが、その頃は中段あたりからの競馬をしており、全く結果を残せていませんでしたが、ここ2走は2、3番手で競馬をするようになって連勝をしています。なので、今回先行できるという客室面でも、このレースには向いていると思います。ただ前走で一気に上昇しすぎている点が気になりますし、前走は重馬場でのものだったので、その点からも、ここは抑え評価としました。もう一頭のダノンブレッドは、4走前の期待値がトップに来ており、打っている能力は高いことがわかります。その時は 2000m 戦でのものです。だとそこからだいぶ落としてからは、低めを推移しており、徐々に上昇はしてきていますが、まだ1着ゾーンには遠い位置にいます。前走は 1800m 戦でしたので、本来の能力を出せていない可能性はありますし、そこから約2ヶ月空いていますので、立て直してこれれば、4走前からもわかる通り、能力は高いと思いますので、ここは抑え評価としました。以上が、東京10レースの期待値評価になります。それじゃあ、馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは東京競馬場10レースの予想をまとめます。抑え評価ダスク現在4番人気、ダノンブレッド現在7番人気、黒三角評価鳳凰バリスタ現在2番人気、丸評価熱血社長現在3番人気、二重丸評価ルクスフロンティア現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いて E ファイバー候補の馬名を見ていきます。 E ファイバー候補、ここはルクスフロンティア熱血社長の2頭で勝負します。以上が東京10レースの予想になります。次に予想するレースは新潟競馬場11レース芝 1000m 直線リーン5対象3レース目です。これが出走馬の期待値グラフになります。このレースは今の時期だと外枠が有利になる傾向が強いけど、まだこの時点だと枠順が決まる前だから、そこは度外視して予想していきます。あと客室は逃げ残りと差しが決まりやすいレースです。期待値は1着ゾーンを超えてる子がほとんどいないですね。2走前にマイヨアポアが届いているだけですね。もうちょっと下を見てみます。なんとなくだけど前走で上昇してる子が多い感じです。一番下まで見てみます。だいぶ下までいますね。全体の力の差は結構ありそうです。このメディーバルから下の子は今回は厳しいかもしれませんね。該当してるのはリバーラ、チェイス・ザ・ドリーム、マウンテン娘、アイアム早すぎる、アビックチアの5頭です。ただアビックチアだけは前走以外は高い期待値なので今のところ保留します。一旦この4頭は消しでいきます。それではここからさらに絞っていって推奨候補の子だけにしたいと思います。はい。これで、推奨候補として6頭が残りました。それではここから、このレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価は、マイヤーポアになります。この馬は、2走前の新潟直線 1000m 戦の時に、1着ゾーンに届いています。1着ゾーンに届いているのは、この推奨馬の中では、唯一このマイヤーポアだけです。前走は同舞台でだいぶ期待値を落としていますが、これは不良馬場だったので、この馬にとっては馬場が合っていなかったと思われます。今回は両馬場想定ですし、2走前で1着ゾーンに届いている時は、両馬場でのものです。しかもこのレースは外枠が有利と言われていますが、この時は5番レートから1着になっています。斤量も53キロと、かなり恵まれています。ここは両馬場なら2走前の位置までは上昇できると判断して、このマイヨアポアが二重丸評価です。次に丸評価はブンケファロスになります。この馬は前走の期待値はトップです。期待値はかなり高いので能力はトップクラスだとは思います。しかも前走は同舞台で1着でしたが、かなり強い勝ち方でした。後方で待機しており、残り 200m あたりで馬群を縫うような形で差し切ってましたので、かなり強かったと思います。前走で期待値もトップですし、騎手も前走から継続騎乗ですし、あまりマイナス要素もありませんが、嫌なデータがあり、それはまず、馬体重です。このレースで、馬体重が459キロ以下だった馬の成績は、01019で、勝率 0%、副勝率でも 5% しかありません。
そしてこのブーケファロスは前走で446キロなので、おそらく今回は459キロ以下のデータに該当する可能性が高いと見ています。4歳という点でも、過去10年で見ても1勝しか挙げれていませんし、勝ち切るという点でもマイナスなデータと重なります。期待値は高いんですが、過去のデータと合算して、一つ評価を落として、丸評価としました。次に黒三角評価は、ファイヤーダンサーになります。この馬は4走前を見ると、この中で期待値がトップの位置にいます。そしてその4走前は、今回と同じ直線 1000m 線でのものです。そこからは下降傾向にありますが、金3走はいずれも芝線 200m 線でのものです。今回4走前と同じ舞台であれば、また上昇してくると見ています。斤量も前走から1キロ減って54キロですし、騎手も丹内騎手です。この丹内騎手は、この舞台の成績も良く、今年で2勝と2着を1回上げています。勝率も 16.7% と高く、副勝率も 25% あります。去年の2着馬ですし、適性も高いと思いますので、ここはこのファイヤーダンサーが黒三角評価になります。抑え評価は、湘南伯楽とアビッグチアになります。湘南伯楽は、どんどん期待値が上昇しており、1着ゾーンには届いていないものの、前走では2位の期待値まで上げてきています。まだ直線 1000m の舞台は未経験ではありますが、この期待値なら十分上位可能の位置にいます。フランケル3区という点でも、短距離志向が強い血統だと思いますが、騎手が角田騎手という点で、そこが懸念点ではあります。この角田騎手の、この舞台での成績があまり良くなく、人気がない馬に乗っていたとはいえ、今年4回この直線 1000m に出走して、4回とも馬券外に沈んでいます。今までに8回騎乗して2着が1回のみです。その点で評価を落として、ここは抑え評価としました。もう1頭のビッグチェアは、期待値の推移を見ると、前走で一気に急降下しています。ただ前走以外の3走はそこまで低い期待値でもなく、ある程度高めの位置で推移できています。前走で落としているのはダート戦だった点が大きいと思いますので、前走は度外視できます。前走はダート戦だった馬の巻き返しも多いレースでもありますし、今回は柴田義富騎手というのも好材料です。この柴田騎手はこのレースで2回乗っており、1回1着を取っていますので、このレースの相性はいいと判断できます。初の直線 1000m の舞台にはなりますが、ダート代わりからの上昇を期待するのと、騎手との相性も含めて、ここは抑え評価としました。以上が、新潟11レースの期待値評価になります。それじゃあ、馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは新潟競馬場11レースの予想をまとめます。抑え評価、湘南伯楽、現在3番人気、アビッグチア、現在8番人気、黒三角評価、ファイアダンサー、現在7番人気、丸評価、ブーケファロス、現在1番人気、二重丸評価、マイオートア、現在5番人気。ここまでが予想の印になります。続いてウィンファイバー候補の馬名を見ていきます。ウィンファイバー候補、ここはマイオートア、ファイアダンサー、ディビナシオンの3頭で勝負します。以上が新潟11レースの予想になります。次に予想するレースは京都競馬場11レースダート 1400m ウィン5対象4レース目です。これが出走馬の期待値グラフになります。このレースは逃げ先頭馬が有利なレースです。期待値としては何頭か1着ゾーンも超えてきています。もうちょっと下を見てみます。なんだか前走で下降してる子が多いですね。推移の差もあまり変化がない感じもします。一番下まで見てみます。前走で急降下してる子が1頭いますね。これはインヒズアイズです。この子は消しですね。それではここからさらに期待値が低いと思った子を消して、推奨候補の子だけを残したいと思います。はい。これで、推奨候補として6頭になりました。それではここから、このレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価は、カセノミオになります。この馬は、4走前から見ると、今回と同舞台で走ってきて、順調に期待値も上昇してきており、2走前では、今回と同じ京都ダート 1400m 戦で2着だった時に1着ゾーンを超えています。前走で少し期待値は落としていますが、それでも1着ゾーンより上をマークできています。それでも前走は2着からは 0.8 秒差の圧勝です。
騎手もずっと乗り慣れた田口騎手ですし、筋量も前走から1キロ減りますし、ここは好勝負できると見ています。期待値の推移を見ても安定していますし、その点から、ここは、加瀬のみおが20丸評価になります。次に丸評価は、エピックジョイになります。この馬は、前走だけで見ると、このメンバーの中でトップの期待値を出しているので、そこは高く評価できます。ただ舞台が東京なので、直線距離も短くなりますし、今回の舞台とは適性が異なる部分があります。今回は段野騎手が点乗りになりますが、前走でも長島騎手も点乗りで1着に来ていますので、その点は問題ないと思われます。初めての騎手、初めての京都競馬場と、まだ未知な点は多くありますが、筋量も53キロで、前走からも1キロ少なく出走できますし、前走も期待値はトップに来ている点からも、外せない一頭ではあります。なので、ここは丸評価としました。次に黒三角評価は、KI アニアになります。この馬の3走前を見ると、期待値がかなり高い位置を出せています。この時は今回と同じ、京都ダット 1400m 戦でのものです。その後の2走は落としていますが、いずれも阪神でのものなので、坂もありますので、舞台が合っていなかった可能性があります。今回は3走前と同じ舞台なので、巻き返しは十分可能だと思われます。ただ期待値の推移としては下降傾向にはありますし、今回騎手も鮫島騎手に乗り換わりで、筋量も57キロとトップハンデを背負う形ですので、その点から、ここは黒三角評価としました。抑え評価は、フェルベンテとアウグストになります。フェルベンテは、前走の2勝クラスで1着になった時に、1着ゾーンを超えてきています。期待値の推移としても上昇度合いも高く、今は充実期にあると思います。前走は今回と同舞台で上げてきていますし、この舞台も当然向いていると判断できます。今回は3勝クラスの初戦にはなりますが、この勢いと期待値の高さから好勝負可能と見ています。ただ今回が約4ヶ月ぶりのレースという点と、このレースは逃げや先行馬がかなり有利なレースではありますので、この中段からの客室からも、ここはこのフェルベンテは抑え評価になります。もう1頭のアウグストは前走で1着ゾーンに届いています。2走前で落としていますが、やや重の阪神だった点で向いていなかったと思われます。その2走前を除けば、そこまで低い期待値でもありませんし、上昇傾向にはあります。筋量が今回55キロになりますが、10戦連続で58キロで走ってきていましたので、この55キロは結構効果が見込めると思われます。他の馬と比較すると1枚落ちる印象ではありますが、前走で1着ゾーンにも届いていますし、ここは抑え評価としました。以上が、京都11レースの期待値評価になります。それじゃあ、馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは京都競馬場11レースの予想をまとめます。抑え評価、フェルベンテ現在4番人気、アウグスト現在9番人気、黒三角評価、KI アニラ現在1番人気、丸評価、エピックジョイ現在5番人気、二重丸評価、加瀬のみお現在2番人気。ここまでが予想の印になります。続いて B5 バー候補の馬名を見ていきます。 B5 バー候補、ここは期待値評価した加瀬のみお、エピックジョイ、KI アニラの3頭で勝負します。以上が京都11レースの予想になります。最後に予想するレースは東京競馬場11レース芝 2400m リーン5対象5レース目オークス G1 です。これが出走馬の期待値グラフになります。このレースは差し馬に有利なレースだけど結構先行して残してる馬も多いです。最高峰とか逃げ馬には厳しいレースですね。金4走で1着ゾーンを超えてる子が合計で4頭います。ステレンボシとライトバック、スイープフィートとタガノ LP ダの4頭ですね。この4頭はもう実力としては上位の可能性が高いです。もうちょっと下を見てみます。なんとなくまんべんなく力の差が出ているように見えますね。全体的に前走くらいから期待値の上昇具合も緩やかになってきてます。一番下まで見てみます。だいぶ下に1頭いました。これはパレハです。この子はさすがに消しでいきます。それじゃあここから一気に絞っていって推奨候補の子だけを残したいと思います。はい。これで推奨候補として6頭が残りました。それではここからオークスの予想を発表したいと思います。
このレースの二重丸評価はステレンボッシュになります。この馬はどんどん期待値が上昇して2走前の阪神ズレナイルフィリーズで2着だった時に1着ゾーンを超えてきており、前走の桜花賞で1着の時にはさらに上昇して、このメンバーの中で期待値はトップです。しかも新馬戦以降は毎回違う騎手ですが、それでも伸びてきていますので、操縦性と器用さはかなり高いと判断できます。血統的に見ても父がエピファネイアで菊花賞も勝っている馬ですし、今回の距離に関しても問題ないと思われます。ここはこの勢いと血統面から見ても牝馬2冠目は十分狙える馬だと思いましたので、ここはこのステレンボッシュが二重丸評価になります。次に丸評価はライトバックになります。この馬は前走の桜花賞で3着だった時に一気に期待値を上げて1着ゾーンまで来ています。この時の桜花賞ではずっと外を回して最後の直線でも終始外を走っていたにもかかわらず、上がりはメンバー中で最速でしたし、3着まで来ています。金2走でスリープフィートと対戦していますが、着順と上がり、いずれもこのライトバックの方が上です。期待値も前走で2番目に一致していますし、未だ上昇中です。桜花賞で上がり1位という点も評価できますし、この高い期待値からも、ここはこのライトバックが丸評価になります。次に黒三角評価は黄金の空になります。この馬は2走前あたりから期待値が上昇してきています。距離も1回戦 600m を走っていますが、その時はキャットファイトの2着に敗れています。この時期のキャットファイトはかなり覚醒してましたし、その後は 1800m 戦に距離を少し伸ばして、現在3連勝中とかなり勢いもあります。期待値の上昇度としては緩やかになってきていますが、血統面から見てもここでさらに上昇する可能性があります。というのも、この馬はボールドシッテ3区で兄弟にユーバーレーベンがいます。このユーバーレーベンはこのオークスでも1着になっていますし、その点でもここはプラス材料です。人気もないと思いますので、プレッシャーも少ないと思いますし、高めの期待値で勢いもあり、血統面でも好材料が揃っていますので、ここはさらに上昇できると判断して、この黄金の空が黒三角評価になります。抑え評価はチェルビニアとスリープフィートになります。チェルビニアはまだ1着ゾーンには届いていませんが、4走前を見るとこの中でトップの期待値です。しかもその4走前は新馬戦でのものです。新馬戦でこの期待値を出せてますので、能力はかなり高いと思われます。推移としてはそこまで上昇もしてませんし、前走の桜花賞で13着だった時にも期待値を落としていますが、この時は大外枠でしたし、騎手もムルザバエフ騎手、ある程度は無視できる状況だったと思います。何より強みなのはルメール騎手でしょうか。このルメール騎手は前走以外でずっと乗っていて、今回他にも乗れた馬がいる状況でもこのチェルビニアを選んでいます。そしてこのルメール騎手はこのオークスの相性が良く、過去10年で7回騎乗しており、成績は3202と、なんと勝率 42.9%、連帯率 71.4% もあります。着外が2回ありますが、5番人気だったサンクティエールと10番人気だったコンテッサトゥーレのみです。期待値の推移としてはそこまで高くは評価できませんが、もともと持っている高い能力と相性のいいルメール騎手という点を含めて、ここは抑え評価としました。もう1頭のスリープフィートはステレンボッシュと同様に金2走で1着ゾーンを超えてきています。2走前のチューリップ賞で1着だった時の期待値がこのメンバーの中でもトップの期待値を叩き出しており、能力はかなり高いと判断できます。前走の桜花賞ではほぼ最高峰からの競馬をして最後4着まで追い上げてましたし、追い出しの初めは馬群の中を狙ってましたが、入れずに方向転換したロスもありながら 0.2 秒差の4着ですので、着順以上に強かったと思います。今回は最後の直線も広い東京に変わりますし、能力を出しやすい舞台でもあると思います。ただ金2走はライトバックに2連敗していますし、上がりだけで見てもライトバックよりも劣っています。期待値的にも2走連続で1着ゾーンを超えてきていますが、前走で期待値を落としている点で評価をされて、ここは抑え評価としました。以上が東京11レースオークスの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは東京競馬場11レースオークスの予想をまとめます。抑え評価
ジェルビニア現在4番人気、スイックフィート現在2番人気、黒三角評価小柄の空現在9番人気、丸評価ライトバック現在3番人気、二重丸評価ステレンボッシュ現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いて B ファイバー候補の場面を見ていきます。 B ファイバー候補、ここはステレンボッシュライトバックの2頭で勝負します。以上が東京11レースの予想になります。以上が今回の予想になります。もちろん競馬は予測不能な要素も多く含まれていますので、必ずしも的中するものとは限りません。それでも私たち独自の予想メソッドに基づいて厳選された馬たちですので、ぜひ参考にしていただければと思います。今後もヌーの競馬場から予想を配信していきますので、ぜひチャンネル登録といいねの評価をいただけたら幸いです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。次回の予想もお楽しみに。